皆さんこんにちは、まるちゃんです。以前作った動画、日本が好きな理由の反応が良くて、多くの方からコメントいただきましたので、今回も一つのテーマについて話す動画を作ることにしました。いくつかの候補があったのですが、今回私が選んだテーマは日本に来て驚いたことです。他の外国人 YouTuber たちも扱ってきたありふれたテーマですが、今回もできるだけ独自の視点でお話しできるように頑張りますので、よろしければ最後まで話を聞いてください。日本に初めて来たのは数年前の8月。私が大学1年生だった時に1ヶ月だけの短期留学で日本に来ました。そもそも私にとって初めてウクライナから飛び出して外国の地に足を踏み入れる経験でもありました。途中乗り継ぎも含めて20時間を及ぶフライトを経て日本にやっとたどり着きました。空港の外を出た瞬間に感じたのは強烈な湿気。口にマスクをつけている時みたいな息苦しさを感じ、全身に絡みつくようなじっとりした空気にびっくりしたことを今でも鮮明に覚えています。ウクライナの夏はカラッとしている暑さなので比較的過ごしやすいのですが、日本のこの湿気に慣れるまでにはある程度時間がかかりました。日本に到着後、空港から宿泊先へバスで向かっている道中、車内から見える綺麗な大都市の風景を眺めている時にある不思議な光景に気づいたんです。それは行き交うすべての自動車が綺麗で新しかったことです。皆さんには私の言ってる意味が理解できないかもしれません。私はウクライナの田舎町出身で、そこはまだソ連時代の車が今でも普通に走っています。大きな町でも普通に古びた車が走っているのを見かけます。ちなみに私のおじいちゃんの車はソ連時代に作られたソ連初の SUV 車で、おじいちゃん曰く普通の車じゃ通りにくいような悪路をスムーズに通れるので、森にキノコ狩りに行く時に便利なのだそうです。親戚のおじさんもソ連時代の車を今でも使っています。40年ほど前に作られた車なので、もちろん故障することは日常茶飯事みたいですが、現代の車と比べて作りは単純なので修理も簡単みたいです。おじいちゃんと親戚のおじさんは自分の相棒でもあるソ連製の車とは長い付き合いのため、隅から隅まで構造を知り尽くしているらしく、新しい車に買い替えずに今でも大切に運転し続けているみたいです。ウクライナのそういう車事情を見てきたからこそ、日本の道路をきれいな車が行き交うきらびやかな風景に、先進国に来たんだなと感じたのを覚えています。ウクライナは街の至る所にゴミ箱が設置されているのに対して、日本は全然ゴミ箱がないことにびっくりしました。ゴミを捨てたい場合はすごく限られた場所に設置されているゴミ箱に捨てるか、ゴミ箱が近くになさそうな場合はカバンに丁寧に入れて持って帰るしかないので、最初は困りました。今はもう慣れて何とも思いません。そしてゴミ箱がないのに街中がすごく綺麗だということにもびっくりしました。ウクライナはゴミ箱がどこにでもあるのにもかかわらず、ゴミ箱の近くにゴミが転がっている光景をたまに見かけます。日本ではトイレに行きたくなったらすぐにトイレがある場所が見つかります。日本のトイレは無料だし、すごく綺麗でトイレットペーパーがちゃんとあるので安心できます。ウクライナだけではなく、私が以前旅行で訪れた他の国々でもそうでしたが、街中に公衆トイレが少なく、あっても有料のトイレがほとんど。無料のトイレがあったとしてもトイレットペーパーがないし、汚いっていうイメージが強いです。トイレのことでもう一つびっくりしたことがあります。日本に来る前からウォシュレットの存在を知っていましたが、日本に来ていざ使うとなった時に正しい使い方が分からず困ってしまいました。メーカーによって各ボタンの表示が異なっていたり、水を流す際に普通にレバーを回すのか、
ボタンを押すのか、センサーで自動的に流れる仕組みなのか、様々な作りがあるので、トイレに行くたびにクイズに答える気分でドキドキしながら正解を考えていたのを思い出します。一度レストランでウォシュレットの止め方がわからずにいろいろボタンを押しまくったのですが、止めることができず、最終的に電源のコンセントを抜いて止めた苦い記憶があります。日本の飲食店はウクライナの飲食店にはないびっくりするシステムがいくつかあります。まず一つ目は、日本の飲食店で一番嬉しかったことですが、無料のお水が出ることです。お店によってはお水ではなくお茶が出たり、食後にも無料でお茶が出てくるので、素晴らしいサービスに感動しました。ウクライナも含めた他の国のレストランでは注文しないとお水が出てきません。そしてもちろん有料です。2つ目はお通しが出ること。最初はお通しが出てきた時に日本では無料のお水だけではなくて無料の食べ物も出てくるの？すげえやったーと喜びましたが、お会計の時にそのお通しの料金が含まれているのを見てショックを受けたのを覚えています。3つ目はメニューの一部に値段が書かれていない、時価とだけ記載されているお店があることにびっくりしました。私が京都の大学に留学していた時にアルバイトで働いていた割烹料理のお店は全ての料理の値段が非表示、つまり時価の高級店でした。予算オーバーにならないように値段を把握しながら注文したいので、そういうお店はすごく興味がありますが、怖くて足を踏み入れることは今後もないと思います。4つ目、お客への接客にもびっくりしました。ウクライナのレストランの店員はお客に対しての挨拶がすごく静かです。それに対して日本の飲食店の店員さんはいらっしゃいませ、お客様お帰りです、ありがとうございましたと声かけしてくれるので、私ってお客さんとしてすごく大切にされているなぁと感じることができます。飲食店だけに限らず、それ以外のお店もすごく丁寧で気持ちのいい接客をしてくれるので、日本のおもてなしの文化は素晴らしいと思います。一部丁寧すぎるお店もありますが。そして5つ目、すごく安心できるのは日本のお店はチップの文化がないことですね。ウクライナはチップの文化があるので非常に煩わしく感じます。料理にチップも含めた料金を提示してほしいぐらいです。日本のお店はそういうことを一切考えなくていいので気が楽です。日本はお寿司やお刺身という生食があることは世界的に有名で、当然私も日本に来る前から知っていました。けど日本に来てみたら生卵や馬刺し、鶏刺しなど思いもよらない食べ物が生で食べられることにびっくりしました。ウクライナではお肉を生で食べる文化がないので最初は抵抗がありましたが、勇気を出して食べてみたらすごく美味しくて感動しました。衛生管理をしっかりしている新鮮な生肉であればお腹を壊さないことも理解できましたし、やっぱり日本はグルメの国だなと再認識させられました。ちなみにウクライナの食べ物の中で生食に一番近いのはサールという豚の脂の塩漬けです。ウクライナの代表的な伝統料理で、スライスしたサールをライ麦パンの上に乗せて西洋わさびをつけ、ウォーカのおつまみとして食べることが多いです。ウクライナ人の多くは生食に馴染みがないので、せっかく日本に観光できても生食にチャレンジする人は少ないと思います。残念ですね。やっぱり日本だけに限らず、その国の文化や国民性を理解するためには自分の今までの価値観を捨てるぐらいのつもりで飛び込まないと、その国のことは見えてこないなと感じてます。次に日本でびっくりしたのは食べ放題、飲み放題のお店があることです。私の知る限り、一定の料金を支払えば決められた時間内で好き放題に美味しい料理を食べられるというお店はウクライナにはありません。もしそういうお店ができたとしても、体格が大きくお酒好きのウクライナ人が注文しまくり、お店が潰れてしまうと思うので、ウクライナではビジネスにはならないでしょうね。次に日本の田舎に見られる光景ですが、無人販売所があることに驚きました。
日本人がいかに人としての道徳感や責任感を強く持っているかの証明になりますね。ウクライナでは無人販売をすることにかなりリスクがあるので、もしそういうお店ができたらニュースになるぐらい珍しい出来事になります。人気の飲食店の前に長蛇の列を作っている光景を初めて見た時はびっくりしました。やはりグルメの国日本だからこそ、長時間並んででも美味しいものを食べたいという思いが強いんだなと思いました。京都の大学に留学していた当時、通学路にいつも長蛇の列ができているラーメン屋さんがあって、試しに一度同じように並んで念願のそのラーメンを食べてみたのですが、並ぶほどではなかったなと思いました。私の味覚がおかしい可能性もありますが、必ずしも行列のお店が万人受けする味ではないことを学びました。2021年現在、日本の人口は世界で11番目に多く、決して多くない土地にたくさんの人が住んでいるので、日本に来る前までは賢く土地の有効活用をしている国だと思っていたのですが、実際に日本に来てみると空き家が至る所で散見されてびっくりしました。でもその隣にある新しい建物とのギャップや物の哀れを感じさせる昭和時代のノスタルジックな雰囲気に日本に来てから次第に惹かれるようになりました。今では空き家を見つけるとつい立ち止まってその家の歴史に思いを馳せながら長時間眺めるのが私の趣味になっています。日本の皆さんにはウクライナは寒い国というイメージが強いのではと思います。寒いです。雪もすごく降るし積もります。しかしウクライナ人の私でも日本の冬の寒さにはびっくりしました。湿気が多く含まれた冷たい空気はすごく身にしみる寒さです。あと日本の子供は冬でも短パンで通学したり、女子高生もスカートを履いていたりしているので、体がウクライナ人よりも強いのではと思っています。日本の蒸し暑さと寒さはウクライナ人はびっくりすること間違いなしです。これからどんどん寒くなってきますので、皆さん体に気をつけましょう。以上、私が日本に来て驚いたこと11選でした。本当はもっといろいろありましたが、自分にとって特に話したかったものをピックアップしました。いかがでしたでしょうか？あくまでも私が感じた個人的な感想ですのでご了承ください。今後も頑張って動画を作るためのモチベーションになりますので、いいねやコメント、そしてチャンネル登録をしていただけますとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次回の動画を楽しみにしてください。ではまた。パパーン。